シェア畑菜園アドバイザーの下道です。今日は匂いを少なくして段ボールで残砂を作る方法についてご紹介していきたいと思います。冬野菜の残砂がたくさん出てくる時期ですが、お庭などでコンポストを作ったり残砂置き場を作ったりすると匂いが気になったり虫が気になる方もいらっしゃると思います。コンポストを作ったり設置したりするのも少し日曜大工が必要なので大変だと思います。今回は段ボールで残砂堆肥が作れないか実験をしていきたいと思います。最後に質問にもお答えしていきますのでぜひご覧ください。では行ってみましょう。残砂堆肥について時々ご紹介しますが、このように大量に捨てる場合は大きな穴が必要です。ですので家庭菜園をやってる方でお庭で育ててる方はほとんど廃棄している方もいらっしゃると思います。市民農園では残砂を捨てる場所がない時があります。そのような場合も持ち帰って廃棄する必要があります。ということでご自宅でもできるような段ボールを使った残砂の作り方を検討してみましたので、今回はそれを実験していきたいと思います。匂いがきついものというのは腐敗をしてしまってきつい匂いが出てることがあります。この時発生する微生物などをうまく抑えられないかやっていきたいと思います。それではまず段ボールを組み立てていきます。蓋ができるように段ボールを準備してみてください。底が抜けないようにガムテープでしっかり押さえてみてください。あと1箇所やってみます。頑丈にしていきます。底の部分にもガムテープで留めておきましょう。資材としては土のう袋と70リッターぐらいのビニール袋、ゴミ袋ですね。これが必要になってきます。土のう袋の中に残砂を入れて、この土のう袋というのは液体は徐々に外に出てきます。土のう袋をビニールの中に入れて、それで段ボールの中に入れます。液体が多くなってきたらこのビニールだけ交換すれば余分な水分を抜くことができます。また土のう袋の隙間によって多少通気性も良くなりますので、ビニール1枚でやるよりも微生物が覚醒しやすいと思います。冬の残砂は白菜やキャベツ、大根いっぱいありますので、これらの葉を使います。残砂を作る時に多少水をまいて発酵させていきますが、適度に湿ってますので水やりも必要ないと思います。落ち葉の堆肥を作る場合は乾燥しているので最初に少し水をまきます。大雑把で構いませんのでこのように砕いてみてください。このような枯れた残砂も入れてみてください。隙間ができますので通気性の向上になります。あまりに通気性がないと腐敗菌の方が増える可能性がありますので投入してみてください。それでは残砂を土のう袋の中に入れてみます。ここで残砂を入れながら米ぬかも投入していきます。発酵促進剤などでも大丈夫です。米ぬかを入れることで発酵が進みやすくなります。あまり満杯にすると段ボールに入らなくなりますので適度に入れてみてください。最後に米ぬかを入れました。
もう2つほど資材を投入してみたいと思います。まずは発酵を促進するために腐葉土を少し入れておきましょう。これが菌の種になります。それほど多く入れなくても2つかみか3つかみ入れたら大丈夫だと思います。それと燻炭を少し入れておきます。通気性の向上と脱臭効果も期待できます。最後に秘密兵器でヤクルトを入れてみます。本当は私が飲みたいんですけども、残渣堆肥の中に入れてみます。やはりヤクルト美味しいですね。私が飲みたいですよ。それでは堆肥の中に入れてみます。乳酸菌が発酵促進しますし、生の残渣などで発生する腐敗菌や大腸菌など匂いの原因になるものを抑止してくれます。では段ボールの中に入れていきます。このように縛ってから入れた方がいいと思います。水が出てきてもビニールを交換するだけですので管理がしやすいと思います。じゃあビニールの中に入れて、段ボールの中に入れてみます。少し空間に余裕がありますのでもう少し入ったかもしれませんが、うまく調整してやってみてください。最後に蓋を閉めていきます。開け閉めしますので、ここは軽く閉めておきます。段ボールの中は気温も安定しますので菌が増殖しやすいと思います。完成しました。これをリビングとは言いませんが、置いても問題ないような室内の場所で保管してもいいですし、農作業小屋などに置いてもいいです。ただし段ボールはもちろん雨水に濡れましたら壊れてしまいますので、雨が当たらないところに保管してみてください。このように雨水が当たらないようなところに置いときましょう。最後に日付を記入しておきましょう。だいたい半年ぐらいで発酵すると思いますので、いくつも作っておくときはわからなくなりますので書いておくと便利です。それではコメントにご返信していきます。こちらのニンニクの動画にコメントをいただきました。一発肥料でニンニクを育てておりますが、追肥なしで本当に肥大するのか心配です。少しは追肥した方がいいでしょうか、というコメントをいただきました。一発肥料とは1回追肥をしたことなんでしょうか、それとも元肥を1回入れただけで追肥はいらないという意味でしょうか。その点がちょっとわからなかったんですが、1回追肥をしていただいた方がいいと思います。12月の後半から遅くとも1月には追肥を1回やってみてください。追肥が多いと病気になりやすかったり保存性が悪くなったりしますので、1回だけでいいと思いますので、ぜひやってみてください。ただし元肥だけで育てるという方も中にはいらっしゃいますので、ダメというわけではありません。栽培の考え方で味のいいものを作るのかサイズにこだわるのかで違ってきます。サイズを大きくしたいという場合はやはり化成肥料がやりやすいので、どんな栽培をやりたいかということになりますので、ぜひ検討してみてください。頑張ってください。今日は匂いが少ない段ボールで残渣堆肥の作り方をご紹介しました。この動画が面白かった方はチャンネル登録といいねボタン押してください。
ではまたバイバーイ。